おはようございます。画家のギストです。今日はですね、こちら、ちらっと見えてますね。こちらの作品をお届けしようと思います。さあ、今までやっていないやり方でございます。どういう風に描いたでしょうか。めっちゃ早いですよ。めっちゃ早い。で、描きました。それでは、どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。これはですね、シナベニヤというベニヤのパネルを用意しておりまして、で、それに、ジェッソ、白と黒、大体1対1かな。もうちょっと白多くてもいいかもしれません。6対4ぐらいかな。で、まず練り合わせました。このシナベニヤのパネルというのがポイントですけど、シナベニヤで自分でパネルを作っていただいて結構かと思います。で、刷毛用のような、なんていうの、ホームセンターに売ってるような刷毛で結構ですので、それでベーっと全面にまず塗っていきました。で、今回ね、どうやって描いてるか、これ実はですね、連続2日で描いてます。だから丸々2日間で、ここまで持ってきてます。もうちょっともちろん描くんですね、これはね。でもある程度ここからはあんま大きく変わらないので、そしてこれスポンジでポン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 と叩いていってます。スポンジで叩いていくということをしております。ぜひぜひこういう下地の、いつもは刷毛で何層も塗っていくこともあったりするんですけど、今回どうしてもちょっと仕事で、もう締め切りが締め切りというかですね、ちょっと早めに仕上げやんといかんかなと思ったので急いでやったんですけども、そのための方法として今回は、まずジェッソでこういうふうにポン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 と叩いて、平滑というかちょっと凹凸のある、字を作りました。ちょっと乾いてきたらまた刷毛で塗ってそこポン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 と叩いていっております。で、なんていうのスポンジの角みたいなのを少し落としてあげたりすると、四角いあれがつかないので、少し僕はそういう風にしてます。そして側面まで塗っていってます。水は入れてません。水は入れずにもう原液、ジェッソの原液で、塗っていっております。こういう風に側面まで塗ると、ピリッとなんか画面が引き締まりますので、で、まだまだちょっとムラっぽいなと思ったらポン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 と叩いて、そしてこれで、2、3時間ほったらかしにして、乾かしました。急ぎの時はホットカーペットかなんかの上に置いておくといいんじゃないかと思います。そして下書きを書いていきました。本当にフリーハンドで、これ依頼がですね、この猫の絵を描いてほしいというのと、これ亡くなられたご婦人が大好きだった猫と、梅も好きやったということで、こういう作品、になりました。ちょっと依頼してくださった方と打ち合わせしながらこれ進めていくんですけど、こういうのはね。で、せっかくやったら動画に撮っておこうかなっていうのと、時間がない方とか、油絵とかあんま得意じゃないという方とか、アクリルである程度まで描きますので、アクリルとかの方にも、水彩の方もね、ぜひこういうのを見ていただいて、本当にこの動画にたどり着いたという人はね、もしかしてラッキーかもしれません。暗い色で、茶色と黒を混ぜたような色で、こういうふうにね、角切りますっていうことを今ちょっと言うてはるのかな。で、ジェッソです。白いジェッソ。あとはアクリル絵の具ですね。お夫婦ってやつを使っております。で、もう直接白をトン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 と梅の花のあたりに、置いていってます。ここからはですね、ほとんどスポンジで描きます。はい、スポンジで、描いていくという、なかなか独特の方法ですけども、こういった描き方もあるんやでっていうことをちょっと皆さんにお伝えしたかったのと、アクリルね、ある程度便利ですので、これはなんか黄緑色みたいな色ですね。それをちょん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 と置いてきました。その色に関しては皆さんが描く絵によって、違いますので、この色使いなさいというわけじゃないので、これイエローオーカですかね。イエローオーカみたいな色をちょん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 と画面に置いていきました。ね、だからどういうこと、スポンジで描くってどういうこと、これスポンジですね。それから角を切りましょうと言ってますけども、切った方がいいかなと思います。四角いスタンプを押した時に四角いのがバチッと出るんじゃなくて、エッジがあるとちょっとね丸みがかってですね、使いやすくもなるんちゃうかなと。これも僕勝手に開発したんですけど、思いついただけですよ。でちょっと叩いていきました。ポン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 とね。で輪郭の外側から明るい色で決めていく。これは本当にいつもデッサンやったりとか、消しゴムでギューッと消すとか仕事してるんですけど、そういうことなんですよ。で、実は全部そういうのつながってきます。水彩の場合は塗り残したりとかするとか、いろいろあるかもしれませんけども、そういうこと。水彩の場合、透明水彩の場合、どっちかというと逆転しますけどね、考え方がね。同じような考え方だと僕は思ってますんで、はい、トン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 と、で、白い方まで履いていきました。白いの持ってきて、下の方にもポン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 と持って
っていったりとかでいいです。こういうところはやっぱデッサン力いるかもしれないですね。デッサン力があった方がいいのか否か議論は、ずっと常々あってね、僕はあった方が、今後なんか長いこと制作続けていくときいろんなことできます。多分ね、今もいろんな人の相談を受けると、やっぱこう作風が定まらないとか、書くモチベーションが上がらないとか、なんかいろいろあると思うんですけども、なんかこうやっぱりこうある程度書く技術とかもあった方が、それはいろいろ賛否あるんですよ。でも本当悩まれた時とかはそういうのは本当はあった方がちょっとこうね、逆にそれが邪魔になることもあると思うんですけども、そこのところというのはなかなかこう難しいかもしれない。ポンポンすみません、頭ばっか映ってますけど、梅ですね、梅です。どっか桜って言ってたかな。梅です。すみません。梅と、書いております。で、ポン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 と。で、ちょっとこう、木のところまだ下地の暗い色なんですけど、ちょっと茶色みたいなものも入れて今や叩いていったんですね。そこのちょっと絵の具はちょっとこうお見せしてませんでしたけれども、バーントシェンナーかなんかやと思いますけども、そういうのも入れて、どんどん、なるべくこう下地の色がなくなるぐらいまで、そしてこう、慎重になりながらですね、ニャンコロチーの方も叩いていってます。ね、ニャンコロチーまでこう書いてってます。そしてこのちょっと赤みがかった、これがバーンとしてんのかな、よく分かりませんけども、ちゃんと木のところの明るい部分に置いていったりとかしています。油絵の具でちょっと急いで描かなあかんとか、なんかこう自分の絵の中で納得いかんぞとかって、そしてジェストですね、いう人、もしかしてこういう実験をされてみても、もちろんキャンバスでもできますよ。でもちょっとキャンバスでできない部分があります。ちょっとそういうところもお見せしようと思います。こんな技法見せていいのって感じかもしれませんけど、私もライブ配信でちょこちょこやりながら実験をしてました。やっぱりこう実験をしながらいけるかなと。で、アクリルの上に油絵の具は多分25年ぐらい僕の浪人時代の絵はひび割れ一つ起きずに、問題なかったので、これでちょっと完全に乾燥させます。完全に乾かしますって言ったね、多分ね。多分25年から30年ぐらいは、問題ないかなと。要はアクリル絵の具って、1970年代ぐらいに確か商品化されているので、まだ50年ぐらいしか経ってないから、それ100年120年持ちますと断言はできないけど、ほとんど問題なく、もしかして保存の仕方によって油より全然問題なくいってますので、僕は今回はそういう書き方をしました。ちょっと置かれる場所がですね、その奥様が亡くなられたなんていうんですか、お堂を建てられるってね、珍しい人がおられますよね。お堂のところにかけてあげたいって言うからね、ずっとこう話し合いながら、僕もどうしようかなこうしようかなって、なんかこう本当にこうその奥様もお会いしたことないですけども、ちょっとそのお堂が少しずつ出来上がってきたので、そこの上の方に、本当は天井にという話だったんですけど、ちょっと天井やったら保存とかいろいろ考えた時に落ちてきたりした時とかですね、大変やから、天井がっていうことも考えたんですけど、今回はこういった形にいたしました。そしてこう今筆で、絵の具を完全に乾いた後に、描いていってます。ちょっと映ってませんね、ごめんなさいね、頭が多いですけども、枝とかを少しこう描きながら、後で映ってきます。反対側に映って描いたりもしますので、ちょっと影の部分をじゅーっと描いて、はい、反対側に、ね、反対側から描いてやるわって感じですよね。こういうふうにこういろんな、枝のところの大体のこの辺の位置かなっていうの写真を反対側にしながらこう描いていったりとかしていってます。今回のちょっと技法は面白いと思いますよ。今回ね、皆さんもこうできるかもしれませんし、本当に2日でここまで持ってきてますので、ここから乾かしてまたちょっと削ったり、細かい描写とかよりしていくんですけども、だいぶこれでそんなに大きく変えれないというか変わらないのでですね、マチエールという絵肌をしっかりつけていくということができているので、皆さんにとって参考になるかなと思って今回動画にしております。で、ちょっと筆で、木の影とかを描きながらですね、まだアクリル絵の具でやってます。だいぶアクリル絵の具で進めていきますので、だいたい時間的にも半分ぐらいまでアクリル絵の具でやっていってます。そこから油をやります。で、よくこう動画の中でグレーズとかっていう言葉言うてるんですけども、今回のが一番分かりやすいんちゃうかなと思います。どうか分かりませんけども、マチエールに対して、グレーズというのをすることによってどういう風になるかっていうのはだいぶ分かりやすいかなと。で、今スパッタリングとかを飛ばしながらですね、はい、ちょっと早送りでもお見せしていこうと思います。
もう本当物の形外側から描いていくということをしたりとか、物の隙間もういつもこういう私の動画見てる方も本当にいつも言ってるようなこと実はやっています。だからそれは水彩でもやってますし、透明水彩でもやってますし、油絵でもやってますし、デッサンでもやったり、外側と周りとの関係というのが大事ですよということを言ってます。でニャンコロチを少し明るくこう書き出しましたね。もう猫とか僕本当は苦手なんでこう、ね、妻とかに聞きながらね、これかわいいとか、ふてぶてしいねとかいろいろ言われながらですね、まあ、あとは依頼してくださった方にも見せながらどんな塩梅ですかとかっていう話をしたり、この猫も亡くなられているそうなんですけどもという感じで今ちょっと影も描いたりとかしていってます。まあいろんな技法を本当に今までもやってきたんですけど、やっぱりこう TPO とか臨機応変とか、ね、に、こう試していくことかなというふうに思いながら思ってます。ちょっとそのお堂に関してはおそらくこう寒暖差が激しいんちゃうかなと思っているので、だからちょっとこう下地にどっちかというとアクリル絵の具って保存修復とかで例えば今現代のこうかけた場所とか古い絵とかかけた場所とかの補彩のためにアクリル絵の具使われたりするんですよ。ね、で今こう、アクリル絵の具で、顔とかを描いていってます。猫のとか毛とかのねハッチングとかも最後お見せしますので、拡大してお見せしますので、ぜひぜひ楽しんで見てみてください。ね、大きめに作っていってますよね。大きめにちょっと頭がドンと映ってるの申し訳ございません。どうしても近くに寄って描いている。これもまだ寝かせて描いてます。寝かせて本当日本画のようですよね。寝かせながら。だから本当にこうなんかアクリル絵の具っていうのはなんか便利勝手のいいところはありますよ。僕はまあでも古典とか自分の古典とかにはまだこういった作品は出してないですけども、今後その辺緩やかにやっててもいいのかななんて思いながらちょっとこう自由になってきている気分もあるんですけども、で猫の顔とかを描いていきました。まだ早送りで少しお見せしますけど、外側からこれ描いていってる作業すみません。頭ばっか映って申し訳ございません。どうしてもね一生懸命描いてると夢中になってカメラのことなんか気にしないもんなんですよね。はい、申し訳ございません。緑のところとかも上の方とかもね隙間とかを描きながらなるべくこう下地の色とかグレーの色がなくなってきているかなというふうに思いますけども、わーっと描いてきました。そしてこれで1日目完全に終了させて、アクリル絵の具自体も一回完全に乾かしてると言いつつも、やっぱり絵の具の中の方とかジェスをバッとスパッタリングしたやつとかなかなか乾かんかったんで、そういうところというのはまあしゃあないかなと思いながら、丸1日経つと完全に乾いてますので、丸1日、ほったらかしに、完全にしてから次の日描きました。そこからは油絵に移るんですけども、その前にも少しちょっと面白い作業をお見せしますので、そういったところも見ていただければと思います。どうですかこういう、これ20号あります。20号の M というサイズ。そしてこれで1日目終了ということでございます。ね。で、そしてこれ。もうこれでもいいかな。そうです。カッターナイフの刃で削ってます。はい。そうすると下の絵の具がボロボロ出てきて、ですね、すごく複雑なマチエールマテリアルになっていってます。ね、削ってて、これはちょっとキャンバスが難しいかなと思います。下がやっぱり硬い状態のものじゃないとこの作業は難しい。もしキャンバスでやられる場合はちょっと難しいんですけど、ベニヤ板かなんか買ってきて、どれぐらいのしてるんですけど、後ろから押さえながらやるんですよ。後ろから紙やすりとかで磨くときもキャンバスの裏側に出回ってでやるんです。っていうことは僕もやったことあります。でカッターナイフの刃とかでやってみて、そしてちょっとこう猫の描写を少ししだしております。まだ細かい作業よりももうちょっとこう少しだけ細かい作業をしていっているという感じで、だいぶ画面に近づいて書き出していますよね。どうですかね。猫とだから梅の木に対して猫ちょっと大きく描いてるんですよ。だから僕ね表にも見えてくんななんて思いながら、大丈夫かなと思いながら、でこれ以上小さくするとなかなかなと思いながら、実際にここにいたわけではないんですよね。それ合成して自分の中で絵を構成して、描いております。影の雰囲気となんか、構成的にすごくうまくいったので、
こういうふうに合成して描きました。ね、で、毛とかをちょっと大きめの筆でまずこう描きながら少しずつ僕は細かくしていきます。もういきなりぐわーっと細かくする人もいてもいいと思いますけども、今日はすごく騒がしく、はい、しております。後ろがわちゃわちゃしております。で、少しね描いていってますよね。猫のね難しいですよね。やっぱ猫って黒目が大きい夜の状態のが猫好きの人は可愛いっていうんですか、細いの方が可愛いんですか、僕はようわからないですけども、はい、ようわかりません。はい。で、毛の方向とかだけはしっかりこう見ながらどっちの方に来てるかな、どうして体がどうなってどういうふうにくっついてるかなとかっていうことは少し考えながらやってってますよ。はい。で、少しこう細かい描写とかもしつつ体全体も見つつ、描いていっております。ね、でこれでまた乾かしてそこから油絵に確か移っていったんちゃうかなというふうに思います。さあ油絵のところでいよいよなんかちょっとね大きな変化また見せますけども、細かい描写をしながらあちま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 と描いて、毛とかもねこう毛の方向に合わせて描いていってます。で幹のところもやっぱり梅の幹とかもね面白いですよね。だからそういうところもどうなってんのかなというのを考えながら、描いていっております。でちょっと背面とかも描きながら枝の隙間梅の隙間を描いていっております。気づかれんかったかななんか来ましたね。ね、そこになんかいますね。はい、ちょっと静かに。多分行きました。ごめんなさいね。大変ですよね。はい。子育てって大変ですよね。今4時半ですけどもね。そしてこの、下のなんていうんですか。藁みたいなやつを少しこう描いてってますけど、ちょこっとジェッソがこう乾いてきて熱く塗れるような状態でピッと描いてってます。すごく厚くは塗れないけどちょっと厚く塗ってってます。そういうこともしながら進めていっております。ヒヤヒヤしましたね。はい、もう入ってきたら録画を止めないといけないということになると結構編集が大変になるのですみません、そのままお届けします。私の YouTube はこんなもんですからね。はい、皆さんね楽しくないですかね。ごめんなさいね。ちゃんとしろよと怒られそうですけどね。でちょっと毛のとことか書いていきながらですね、この辺は解説らしい解説なんていうのなかったんで、本当に細かい描写をアクリル絵の具である程度までやっていってやろうということでやってきました。出来やん、下地の色を塗っておいたらある程度ね出来やんこともない。透明水性とまた全然違うでしょ。なんかこう油絵の具に近いような雰囲気やけども、どっちかというとマットなベタっとした塗り方ですよね。でちょっとこういうところも厚く塗っていっております。頑張ってね毛先にこれは本当にこう毛先をこうちょん切って尖らせたやつで描いていってます。ちまとね、白はジェストずっと使っていきました。白はずっとジェストだけでいってますね。でちまと毛をねこういう風にちゃんとこう毛の方向とかを見ながら考えながらやってくださいね。耳の中の毛とかもね、はいなんかやってください。たまに僕もおじさんになってきたら耳にめっちゃ長い毛があるんですよね。びっくりする時ありますよね。はい、何の話とんねって感じ。でひげのところとかもおおよそこう描いていってますよね。ヒヤヒヤしましたね。本当汗がふわー出てきそうになりましたよ。で耳の毛とかも毛の方向猫を描く人のためにもなる動画かもしれません。そして鼻、また雄たけびを上げております。鼻のところ。下地の色を生かしながらですね、それでは、ここから油絵を使っていこうと思います。アクリル絵の具がしっかり乾いているか確認してくださいね。ちょっともうないですけど、ウルトラマリンブルーとグレーズしていくんですね。これはウルトラマリンとバーントシェンナあたりを混ぜたんですかね。そうですね。ウルトラマリンとバーントシェンナで、ウルトラマリンをちょっと多めにしてます。青と茶色ですね。でこれグレーズちょっとしていきますけども、
完成だけです。これぐらいの筆で、もうちょっと大きいのでもいいと思いますけどもね。完成油、ポピーオイル、僕はこれだけです。思い切っていくでしょね、思い切っていくでしょ。ここアップにして見せます。今の同じとこですけど、こんなぐらいか。指ですよ、ねまあここちょっとアップでお見せしました。でこう全面にやっていきます。ダメやったら拭き取ればいいので、例えばウエスボロ布がなかったら T シャツとか使わないようになったら服とかでもいいですし、あとは僕はティッシュとかでやりますけども、安いティッシュ使ってくださいね。鼻セレブ的な高いのだったら結構毛羽だったのがくっついてしまったりするので、油をできるだけ、安いやつを絵の具を多めの見ますよってこと言ってるの取れますからね。はい、拭き取ることもできます。濃くなりすぎてももう心配せずにいってください。下が完全に乾いている状態ですよ。ね、薄く塗っていってますので、2日目に関して薄く塗っていってますので、乾きは早いですね。だから1日目は結構厚く塗ってる。でも完全にマッチエールというか絵肌がついていますね。グレーズしていくとどうですか。こんな風になんか一層ベールがかかるっていう感覚ですか。こういうベールがかかってふわっと暗くなって、でそこからもっと明るいところだけをガッと持ち上げていくんですよ。わかります言ってることね。だからちょっとこう絵の具の構造を作ってあげたりすると、何度も言ってます。大人っぽく見えます。はい、これは僕のあれですよ。一通り、終わりましたけど、ね、ちょっと油が多すぎるので拭き取っていきちょっとましょう。全体を一回拭き取っていきます。はい、全体を拭き取っていき、もったいないかもしれませんけどね、これぐらいこう大胆に、そして指ですり込む。それでもちょっと濃すぎるなと思ったらもっと拭き取ってあげてもいいですし、本当に完全に拭き取りたかったらテレピンをつけてください。テレピンわかります。ここのティッシュなりなんなりガーゼウエスなりなんなりにテレピンつけたら完全に取れます。でも下が油絵の具やったらできない、そこまでやると取れることが往々にしてあるんです。で指です往々にしてあるんですけど、アクリルだったら取れることないので、そういうところはすごく安心です。そして、ニャンコロチーとかの細かい描写をしていっております。まあちょっとこうサムネイルどうしようかなってずっと考えてます。新技法、いや違うな、ね、どうやって書いたのとか、違うなね、今までに見せてないような方法でございます。もちろんこれライブ配信でやってるやり方ですよね。油絵とかを写実的に描くとかそういったものは全部このやり方ですけど、でも初めにこうボコボコつけたっていうのをやってなかったと思いますよね。そういうふうにこう前面がなんかこうどっちかちょっとね凹凸のあるような下地というかですね、下地というかそういう場面やったからこういう方法を採用しました。まあある程度うまくいったなと自分では思っているので、なかなか今の段階では悪くないなと思っております。もう少し影とかもう一回グレーズをするかなと思います。ちょっとどれぐらいの色にするかまだ迷ってますけども、そしてちょっとこうそれがまた乾くのを待って、で紙やすりかなんかで磨いてとかもそんなことばっかりなんですよ。大変でしょね。で毛の方向に合わせて少しこう猫の毛のストロークをつけながらやっていってます。最後の最後は本当にもっと細かい面相筆みたいなので描いていきますけども、ちょっとずつこうそれで背景から外側から決めたりとかして、ちょっとこうスカンブル的に光が当たってるところをブンと描いてみたりとかして、下からうっすら土が透けてるところを描いてみたりとかしていっていますね。また来そうやなね。という感じでちまちまと外側、やっぱりまあ僕はもう周りとも同時進行で画面の構成とかコンポジションはいつも考えながら描いていきますので、周りもやっぱ常に見ながらある程度同時進行に描いていきます。どこかが極端にギュッと出来上がるというよりは全体から常に描くように自分の中では心がけていってます。そしてこう梅の花に、インパスとギュッと初めにこうジェストで塗ったのもいいんですけど、そこからまた描いて、要はグレーズした感じって分かるんじゃないですか。これそこにまた不透明、要は透明の絵の具の上に不透明がブンブンブンと乗っていくという感じ、またそこにグレーズとかしてとか、やってっていうのが理想的ですねっていうふうに思いますよ。
っていう風にちょっとこう梅の花の小さい花を形をしっかり認識しながら、枝とかのこう形を認識しながら、まだ僕の近所は梅は咲いてないですけども、これ公開されているぐらいには咲き出してるかなと思います。そして、最後の本当に細かい描写をお見せしていこうと思います。油絵の具を使ったことによって深みがぐっと出て、そこからまた不透明を描いて、また透明をかけてとかっていうことを繰り返しながら描いていくんですが、ちょっとこういう風に初めの段階でこうアクリル絵の具でテクスチャーというかマチエルみたいなのをつけてみるっていうのもありかもしれませんし、キャンバスでもできますよ。でもキャンバスの場合っていうのは半油性字とかっていう風に言うたり、エマルジョンという状態やから、なんかこう粗めのなんか紙やすりを一層かけた方がええとかっていうのは昔よう言うてましたよね。なんでかっていうと、キャンバスって油が入ってるから、こう油って浮いてくる性質があるんですよ。だからキャンバスの状態のものって上にジューッと浮いてくるという風に、なってて、キャンバスの表面っていうのがちょっと油分が多かったりするらしいと。だからちょっと紙やすりかなんかでビューッとかけるとか、ロール状のものやったら裏キャンかなんかに使う。裏キャンやったら麻布の状態になりますよね。こっちが表面で、もしこうしてね、アイボリー調の塗料が塗ってあったらキャンバスを裏にして、そっちにこう塗っていったりということをしたりとかします。っていう風にしたりとかする。っていう風にで、最後こう細かい描写をしていって、ハッチングヒゲとかジューッと描いていくっていう感じで、描いていきました。もちろんもうちょっと完成までかかりますけどもこれぐらい皆さんはどうでしょうか。こんな技法もありなのかなしなのか、ありなし、ぜひぜひコメントいただければと思います。このぐらい細かい描写、今日はちょっと騒がしくて申し訳ございませんでしたね。危なかったですね。気づかれてるかと思ったけど気づいてなかったですね、お兄ちゃんね。はい、ちまちま書いていって、この辺というのは本当にこう細い油絵ですよ。ここアクリルの上に油ね、油の上にアクリルはやめた方がいいですよ。これだけはまずやめた方がいいです。僕の動画は基本的には何でもええんちゃうかっていうことですけど、多分このことはいつも言ってます。油の上にアクリルっていうのは、油はどっちかというと乾くの時間かかるんですよ。アクリルガチッと固まってくれるから、要は油が下が揺れてる状態でやるとピキッてひび割れ起きるということです。だからアクリルがカチッと乾いてくれて、その上に少し揺れるぐらいのものやったら問題ないんちゃうかという私の説でございます。最後こういうふうに藁のとこ書いて、お花とかを描いていきました。いかがだったですか。ぜひぜひ、皆さんもチャレンジしてみてはどうでしょうか。難しいね、こういうぐちゃぐちゃとしたものほどこの技法というのは効果を発揮するんじゃないでしょうか。皆さんぜひ試してみてください。ちょんちょんちょん、最後はちょっとインパスと厚く塗っていっております。ということで、完成ではないですけど、こんな感じどうですか。にゃんころチームお見せして終了。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。こちらの作品ですね。もうどうしてもちょっと時間がないという時にこういう方法を私自身は初めてやりましたけども、うまくいったんちゃうかなというふうに思います。ちょっとですね、アクリル絵の具と油絵の具うまく使ってですね、描かれてもいいかなというふうにも思います。皆さんもちょっとチャレンジしてみてはどうでしょうか。マチエールをしっかりつけておくと、やっぱりこう、しっかり物質感っていうのがですね、生きてくるかなというふうに思いますよ。また。鼻水がよ。チャンネル登録はチャンネル登録はチャンネル登録はチャンネル登録よろしくね。